皆様、おはようございます。社長の田村でございます。株主の皆様におかれましては、ご対応のところ、本日ご来場、またインターネットを通じてのご視聴、誠にありがとうございます。また、日頃より格別のご支援、ご愛顧賜り、心よりお礼申し上げます。それでは、ただいまから株式会社商船三井2025年度定時株主総会を開会いたします。ご発言は、報告事項の報告及び決議事項の議案の上程が終わりましてから、質疑応答の中でお受けいたしたいと存じます。質疑応答が終わりました後、決議事項につき、採決に入らせていただきたいと存じます。なお、本総会にご出席の株主数及び議決件数は、本総会におけるすべての議案の決議に必要な定則数を満たしております。それでは、審議に先立ちまして、監査役会から2025年度の監査結果につきご報告いたします。日野岡監査役、お願いいたします。常勤監査役の日野岡です。監査役会を代表してご報告いたします。2025年度の取締役の職務執行について、監査役全員の一致した意見として監査報告書を作成いたしました。詳細は交付書面の61、62ページに記載の通りです。まず、事業報告及びその付属明細書は、法令や定款に従って会社の状況を正確に示していると認めます。次に、取締役の職務執行については、不正行為または法令定款に違反する重大な事実は認められません。また、内部統制システムについては、取締役会の決議内容が相当であり、取締役の職務執行や財務報告に関連する内部統制に指摘すべき事項は認められません。連結計算書類及び当社単体を示す計算書類とその付属明細書については、会計監査人である有限責任あずさ監査法人から交付書面の57ページから60ページに記載の通り、適正との監査報告を受けています。監査役会もその方法と結果を適切と認めました。最後に、本日の株主総会に提出する議案と書類は、法令、定款に適合しており、指摘すべき事項は認められません。以上、ご報告いたします。続きまして、事業報告に移ります。事業報告は、交付書面の21ページから52ページに記載及び当社ウェブサイトに掲載の通りでございます。2025年度の実績につきまして、会長の橋本よりご報告をいたします。橋本でございます。3月末まで私が社長を務めておりました関係で、2025年度の業績については私から報告申し上げます。2025年度は売上高1兆8250億円、経常損益1758億円、税引き前利益2390億円、親会社株主に帰属する当期純利益は2132億円となりました。懸念された米国の関税影響も想定したよりは限定的であり、ほぼ予定通りの成果を収めることができたと考えております。詳細につきましては、お手元並びにウェブサイトに掲載している事業報告書等をご覧ください。続きまして、グループ経営計画
ブルーアクション2035のフェーズ1の振り返りについてご説明いたします。当社はコロナウイルスの影響が沈静化した2023年4月に2035年までの長期経営計画ブルーアクション2035をスタートさせ、2023年度から2025年度までの3年間をそのフェーズ1と位置づけ、経営改革を進めてまいりました。海運業には市況影響を受けやすく、業績の変動幅が大きいという特性があります。過去においては非常に良い時もあればかなり悪い時もあるということを繰り返してまいりました。それ自体は必ずしも悪いこととは言えませんが、市況が悪くとも一定水準以上の利益を安定的に創出し、市況が良い時はさらに高いリターンを得ることが会社の持続的な成長を促し、株主の皆様にも安心して投資いただき、また従業員の生活も安定させるために必要であると考え、この3年間は成長と安定を両立する経営へと大きく変革を進めてまいりました。主要目標であるコア KPI は財務面並びに環境や人材戦略などの非財務面の両面で達成し、3年間平均で税引き前利益年間平均3290億円、ROE も 12% 台と目標を上回る水準で推移させることができました。フェーズ1では特に事業ポートフォリオの変革に注力し、当社グループの事業を市況影響の受けやすさに基づいた分類により、コンテナ船事業のように市況影響を受けて業績が大きく変動する市況享受型と、LNG 船事業のように長期の契約に基づいて利益を生む安定収益型と定め、そのバランスを見直しています。当初計画では3年間で1兆2000億円の投資計画を立てておりましたが、機会を積極的に捉え、安定収益型事業への投資1兆6000億円を含む2兆円の投資を3年間で実行いたしました。その結果、こちらにあります通り、当初計画に掲げたアセット比率、市況享受型 40%、安定収益型事業 60% の目標に対し、足元では37対63までバランス改善を進めるとともに、総アセット量は当初計画を1兆円上回る6兆円を超える規模となり、変革と拡大を同時に進めることができました。おかげさまをもちまして、このフェーズ1では、当社グループが海運中心の事業構造から、より安定的に収益を創出できるグローバルな社会インフラ企業へと進化するための礎を築くことができたと自負しております。過去5年間の経営を振り返れば、コロナ、ウクライナ戦争、アメリカの関税問題、中東での紛争など様々な困難に遭遇してまいりました。その間、変わらず当社をお支えいただきました株主の皆様に改めてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。続きまして、対処すべき課題についてご説明いたします。本年3月にですね、2026年度から始まるグループ経営計画、ブルーアクション2035のフェーズ2を発表し、2030年度までの5年間の商船三井グループの進むべき方向性をお示しいたしました。まずは概要をまとめました動画をご覧ください。ブルーアクション2035フェーズ2始動。当社は2023年4月に13年間のグループ経営計画ブルーアクション2035をスタートさせ、海を起点とした社会インフラ企業としてフィールドを広げてきました。最初の3年間であるフェーズ1では、
成長投資による収益機会の創出、海外組織の強化、脱炭素化に向けた実績、そして M&A を通じて加わった多様な人材など、将来の成長に向けた投資と体制づくりを進めてきました。商船三井は今大きく変わっています。市況に左右されやすい海運会社から、安定して稼ぐ力を持つグローバルな社会インフラ企業へと変わりつつあります。そしていよいよその変化を具体的な成果として実現していくフェーズ2へ移行します。経営計画ブルーアクション2035を策定した当時、私は経営企画部を担当する執行役員としてそれを担う立場にあり、その後2年間は実際にシンガポールなどアジア地域の担当として地域戦略を推進してまいりました。世界が大きく変化する中でも、私たちが提供する経済価値と社会価値を着実に伸ばし、グループビジョンの実現へと向かう、いわば商船三井グループが持続的に成長するための航海図と位置づけています。私たちはこの航海図に沿って全てのステークホルダーの皆様に新たな価値をお届けし、グローバルに成長する強くしなやかな企業グループを目指します。2026年度、商船三井グループは新体制のもと新たなステージを迎えることになります。ブルーアクション2035フェーズ2では、一貫して経済価値と社会価値を創出し、企業価値を高めていきます。サステナビリティ課題を経営基盤として位置づけ、引き続き事業のポートフォリオ戦略、地域戦略、環境戦略の3つの主要戦略に取り組んでまいります。ポートフォリオ戦略では、市況にどれくらい影響を受けるかによって新たに事業を3つに分類し、市況が良い時に大きく伸びる事業と、悪くても収益の出る事業を組み合わせることで、成長と安定経営の両立を目指します。海運業はコンテナ船事業のように、時々の市況により業績が大きく変動しがちです。液化天然ガス LNG 輸送の長期に及ぶ固定収入や、不動産事業のような安定収益型の事業を強化し、加えて自動車船やケミカル船事業など、市況が良い時にはアップサイドが狙える事業も強化することで、いかなる市況においても力強く成長し続ける企業を目指します。地域戦略では、東南アジア、南アジア、中東、東アフリカを重点エリアと定め、地域と事業を掛け合わせ、インド洋を中心に人口増加と経済成長が続く地域に集中的に投資を行い、物流やエネルギー需要の拡大を取り込みます。環境戦略では、脱炭素化の動きを新たな事業機会と捉え、環境対応をコストではなく競争力に変え、輸送サービスの差別化を図ります。経営計画のフェーズ2は、経営の重心をフェーズ1で掲げた変革と拡大から成果実現へとシフトさせ、これまでの取り組みを成果へつなげるステージであると位置づけています。その重点テーマとして、稼ぐ力を磨き上げる、バランスの取れた資本配分、確かな経営基盤を築く、この3つを掲げています。そして成果実現により株主還元も強化してまいります。稼ぐ力を磨き上げるでは、個々の事業の強みを伸ばし、グループ全体の収益力を強化していきます。商船三井はエネルギー輸送世界第1位という強みを持ちます。 LNG 事業では、日本の海運会社では初めて世界最大級の洋上 LNG 生産プロジェクトへの出資を決定しました。 LNG を作る、運ぶ、供給するまでを一体化し、長期に安定した収益源を広げ、競争力を一層高めます。フェーズ2では、フェーズ1期間に意思決定をした全セグメント合わせて70隻以上の新造船や M&A をはじめとする投資の成果が具現化していきます。
財務 KPI である税前利益目標は当初計画から1000億円引き上げ、2030年度の目標を4200億円としました。またフェーズ1で実行した投資の成果を含め、事業の基礎的なキャッシュ創出力を示す基礎営業キャッシュフローの目標を定めています。安定収益型やハイブリッド型の基礎営業キャッシュフローを着実に積み上げ、さらに市況が良い時にもチャンスを逃さず稼いでいきます。次にバランスの取れた資本配分についてです。キャッシュアロケーションにおいては、財務の安定性確保、将来の成長に向けた投資、そして株主還元の3つのバランスを適切に保ちます。財務健全性を考慮し、資産の入れ替えを促進することで、持続的な成長と資本効率の向上を目指します。フェーズ2における株主還元方針は、安定収益型事業などから創出される利益を原資に、1株当たり205円を起点とする累進配当を導入し、毎年配当額を増やしていきます。さらに利益が伸びた分は、純利益ベースで総還元成功 40% をめどに自社株買いを通じて還元いたします。株主還元の予見性を高め、減配しないことで、皆様に安心して投資いただける企業を目指します。最後に経営基盤の強化ですが、引き続き4つのサステナビリティ課題に加え、ガバナンスの強化を進めます。特にフェーズ2では、多様な人材こそが当社の成長の源泉であるとの認識のもと、事業戦略に連動した人と組織の力の最大化に取り組んでいきます。私たち商船三井グループの使命は、外部環境の大きな変化にも果敢に対応し、人々の暮らしと産業の発展を支え、社会に貢献し続けることであります。私たち商船三井グループへの多大なるご支援を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。商船三井グループは、海を起点とした社会インフラ企業としてフィールドを拡張しながら、さらなる成長を目指します。はい、ただいま動画に当社がですね、今後進めていく経営計画についてご覧をいただきましたが、私より少し補足させていただきます。6月17日にですね、米国とイランの間で覚書が締結されました中東情勢に関する件でございますけれども、ホルムズ海峡のですね、実質的な封鎖状態の終了に向けての動きが見られております。しかしながら、紛争前と全く同じようにですね、ホルムズ海峡を航行できるようになるには、今しばらく時間をですね、要するものと想定しております。ペルシャ湾内には、当社関係の船舶が依然として複数滞留しておりまして、船員をはじめ、貨物、船舶の安全を最優先として、一日も早く湾外へ移動させるべく取り組みを続けています。当社は安全運航支援センターによる24時間の監視体制を活用し、ペルシャ湾情勢に対応しています。事態の重要性に鑑み、私が直接陣頭指揮を取りまして、日本政府、関係各国の取引先、それから当社の米国ワシントンや中東ドバイのですね、オフィスのネットワークをフルに活用して情報を収集し、機動的に判断を行ってきております。グループ経営計画ブルーアクション2035のフェーズ2におきましてはですね、提供するべき社会価値というものを定義して、その一つに事業を通じた暮らしと産業を支えるインフラの提供というものを掲げております。そうした中、ホルムズ海峡は海上貿易において
極めて重要な交通の要衝であり、一日も早くですね、航行の自由が担保されてですね、従来通りに安全に航行できることを願ってやみません。引き続き、船員の安全を最優先に対応しつつ、関係機関と調整しながら、安定した物流の維持を通じて、世界経済及び人々の日常生活への貢献に努めてまいります。続きまして、株主還元方針についても補足をさせていただきます。詳細は動画でご説明の通りですが、私からその考え方をですね、申し上げたいと思います。海運業のように、市況の変動により、業績が大きく上下する業種では、これまで配当についても必ずしも見通しが立ちやすいとは言えませんでした。安定的に配当額が増えていくという期待感も持っていただきづらかったと認識しております。実際に株主の皆様からもその点についてご意見をいただいておりました。こうした課題を踏まえ、今後は安定収益型事業からのキャッシュフローを基盤に、減配しないことを前提とした、継続的に配当を積み上げていく経営へと舵を切っております。前日の中東情勢のように不透明な事業環境にありましても、株主還元に対する方針はぶらさず、株主の皆様には長期にわたり安心して株式を保有していただける会社でありたいと考えております。その上で、市況の上振れにより利益が大幅に伸びた場合はですね、機動的に自己株式取得などを通じてしっかりと還元してまいります。中長期で企業価値の向上と株主還元の双方を実現し、皆様のご期待に応えてまいります。引き続きご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。引き続きまして、交付書面2ページから14ページに記載の決議事項の議案の内容をご説明申し上げます。ご質問につきましては、決議事項のご説明の後、報告事項と合わせてお受けしたいと存じます。まず、第1号議案は、剰余金の処分の件になります。当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主の皆様への直接的な利益還元を経営上の基本方針としております。経営計画ブルーアクション2035のフェーズ1、これは2023年度から25年度までの3年間でございましたが、この期間においては、連結配当成功 30% を目安として、業績に連動した配当を行う方針とし、かつ、一株当たり150円の下限配当を設定しておりました。当期においては、米国の関税影響による業績下振れリスクが後退したことを踏まえ、当初計画より1年前倒しで株主還元予見性の向上策を実施いたします。これにより、業績に連動しない年間固定配当を200円とし、期末配当は一株当たり115円とさせていただきたいと存じます。すでに一株当たり85円の中間配当金をお支払いしておりますことから、当期の年間配当金は200円となります。議案の内容は交付書面2ページに記載しております。続いて、第2号議案は、取締役10名選任の件になります。本会議終結を時をもちまして、現任の
取締役10名全員は任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。議案の内容は、交付書面3ページから9ページに記載しております。続いて、第3号議案は、監査役2名選任の件になります。現在の監査役、三森悟氏は任期満了となり、監査役、日野岡豊氏が辞任します。つきましては、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。議案の内容は、交付書面10ページから11ページに記載をしております。続いて、第4号議案は、補欠監査役1名選任の件になります。法定の監査役の定員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。議案の内容は、交付書面12ページに記載をしております。これで、決議事項のご説明を終わります。それでは、この後の進行方法についてお諮りいたします。報告事項及びすべての決議事項について、ご出席の株主様からご質問、ご意見、動議を含めた審議に関するご発言をお受けいたします。その終了後は、決議事項について採決のみをさせていただきます。以上のような方法で議事進行させることとしたいと存じます。ご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛成を得ましたので、この方法で行うことといたします。会場の株主様からのご質問、ご意見の受付に先立ち、株主様からの事前質問に関してご説明を申し上げます。インターネットの専用ウェブサイトを通して、全国の株主様からご質問、ご意見を頂戴いたしました。いただいたご質問の中から2件ですね、ご紹介及びご回答を申し上げます。まず、株式分割について多くのご質問、ご関心を頂戴しておりますので、回答を申し上げます。株式分割は、個人投資家を含む投資家層の拡大や、株式の流動性向上が期待できますことから、当社としてもですね、重要な選択肢の一つと認識しております。株価が一定水準以上で推移することは一つの目安となり得ると考えており、株価が安定的に6000円を超えて定着した場合は、株式分割の検討を進めたいと思っております。なお、実施の有無や時期につきましては、このほか、市場環境等を踏まえて、企業価値向上と株主の皆様の利益に資する形となるかを総合的に検討の上判断をしてまいります。以上、回答を申し上げました。続きまして、中東情勢における当社業績の見通しについても多くのご質問をいただきましたので、回答を申し上げます。2026年度の業績予想発表を行いました、今年4月末の時点ではですね、7月にイラン情勢がおおむね正常化する前提で計画を策定しておりまして、全社合計でですね、経常利益約240億円のマイナスの影響を見込んでおります。事業別では一部の
原油船など、市況改善の恩恵を受ける事業がある一方で、コンテナ船、自動車船、あるいはケミカル船といったですね、主要な航海ごとに運賃をいただく、いわゆる賃積み、我々賃積みと呼ぶんですが、賃積み事業を中心に影響が生じる想定としております。4月時点ではですね、燃料費の上昇ですとか、中東向けの輸出入貨物の減少によりましてですね、先ほど申し上げたコンテナ、自動車、あるいはケミカル船といった事業にマイナスの影響が生じておりましたけれども、その後のですね、当社業績への影響は限定的な範囲にとどまっております。ケミカル船はですね、顧客の調達先の変更に伴う輸送需要として、アメリカからの輸出が活況となっております。また、コンテナ船はですね、地政学的なリスクを受けまして、顧客のですね、輸送需要の、いわゆるピークシーズンがですね、一部前倒しになっているということから、運賃がですね、それぞれ4月末時点の想定よりも上昇しております。このように足元ではですね、中東情勢及び各種船舶における荷動きの変化により影響がですね、変動してきております。これを受けましてですね、通期での見通しについては現在精査中でございまして、第一四半期決算発表時にですね、改めてお知らせを差し上げる次第でございます。以上、回答を申し上げました。その他、頂戴しました事前質問及びその回答につきましては、後日、当社ウェブサイトに掲載を予定しております。そちらもよろしければ、ご覧いただきたいと思います。